2022年11月16日から30日までの魚座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。11月16日から30日までの魚座さんのリーディングを行います。まずこちらに太陽のカードが出ております。この幸せと成功をつかんでいくために一波乱ありそうなんですけれども、こちらにタワーも出ておりまして、その幸せや成功をつかんでいくために、あなたが手放さなきゃいけないものがあるって言われています。こちらにブレイクザチェーンというカードも出ておりまして、あなたが断ち切る必要があった何か、それは会社など何かという場合もあれば、人間関係の場合もあると思うんですけれども、それが断ち切られるような出来事が起きることによって、あなたに幸せがもたらされる、この洞窟から出ていくような、あなたが生まれ変わっていくようなイメージなんですけれども、あなたが今までなかなか断ち切れなかったもの、ですので、これを続けていてはダメだというような生活習慣や食習慣を断ち切って健康になっていく、とても大きな節目を迎える方もいると思いますし、あとは今まで辞めたかった会社やお仕事を辞める方もいるんじゃないかなって思うんですが、その場合は、あなたから辞めるというよりも、自然とそのお仕事がなくなる、会社自体がもしくは、その所属していた部署自体がなくなるとか、そういう自然となくなっていく出来事がきっかけで、あなたがその関係を断ち切って次に進んでいける。その終わっていくのが人間関係の場合も、今まであなたを苦しめていた関係、もしくはその人にエネルギーを奪われていたような関係、最近のリーディングで出ていましたが、その人にあなたの時間やエネルギーを与えすぎていた方がいるんじゃないかなって思うんですけれども、その関係が終わることによって、あなたが健康に、そして幸せになっていく。この今まで関係を断ち切れなかったというのも、あなたが優しすぎて、それは相手が会社の場合も、あなたが辞めると迷惑をかけてしまうというような、その優しい気持ちが働いて、なかなかその関係を切れなかったんじゃないかなって思うんですけれども、この時は、このあなたを守っている存在たちが業を煮やして、早く次に進めるように、その関係を終わらせてくれる。それだけ次に待っているものというのが、あなたを幸せにする、あなたの人生を成功に導く。ですので、この時終わっていくことというのが、お仕事の場合は、すぐにとても良いところに巡り合える。もともとそのお仕事を終わらせようとして、次の準備をされていた方もいると思うんですけれども、お金も人間関係もとても良いところ、あとは起業を準備されていた方もいるんじゃないかなって思うんですが、この時は起業するにもとても良い時、期待していたお仕事がなくなるとか、そういう傍目から見ると悪い出来事というのが起こった時は、次にとても良いことが起きるサイン。それをしなくなった時間を使って、あなたの未来を作っていく。このブレイクザチェーンのカードにも書かれてますが、未来を書き換える時にもなると思います。なので、突然お仕事がなくなったり、突然人間関係が切れてしまったり、
一人になる時間が増える方多いんじゃないかなって思うんですけれども、それはあなたが未来を書き換えるために必要な時間。その時間を作るためにも、そういう出来事が起きていて、そしてその一人の時間があなたに幸せや成功をもたらしていく未来につながっていく。そしてこの未来というのも、ものすごく近い未来、おそらくこの期間中だと思うんですけれども、ですので、この期間内の早いうちに、このタワーのような何かが突然終わるような出来事が起きて、そして月末までにとても明るい未来を掴んでいく。というのも、こちらに卵のカードが出ておりまして、この卵、金の卵なんですけれども、時間をかけて、労力をかけて育てるに値するものに出会っていく。これがあなたの、この未来ともつながっていると思うんですけれども、この金の卵の存在というのは、この終わっていくものがあるからこそつかめる。それまでは忙しすぎて、誰かにエネルギーを奪われすぎていて、それを見つけることができなかった。もしくは、見つけていても育てるための時間がなかった。でも、この金の卵というのは、人間関係であっても、お仕事であっても、趣味であっても、あなたの人生を成功に導く。これを育てることによって、大金をつかむ方もいるんじゃないかなって思います。それぐらい大切なもの。あなたの才能を活かせているもの。あと、この組み合わせで思ったのは、今回断ち切るのが、恋愛や結婚の場合、次の新しい人と結ばれていくために、この終わりがある。その人というのは、おそらく会った瞬間から共同作業が始まっていくような方なんじゃないかなって思うんですけれども、それはお仕事や趣味やボランティア活動で同じようなこと、同じような活動をしていく。そしてその一緒に取り組んでいく同じようなことというのが、この金の卵に当たるんじゃないかなって思います。そして人によっては、この金の卵というのが子育てや妊娠出産に当たる方もいると思いますし、あとは一緒に動物を育てるとか、大切に温めて育てるというのと、そのお二人の関係というのが強く結びついていると思います。ですので、そういう共同に何かを取り組んでいる場というところに、とても良い出会いがあるというメッセージでもあり、もうすでにそこで気になる人に出会われている方もいるんじゃないかなって思います。この終わりがあることによって次のお相手に出会う、もしくはその方との愛が深まっていく。そしてこちらにソードのキングも出ておりまして、このあなたが取り組んでいることというのは、あなたの知性やクリエイティブ能力を活かせる。おそらく両方活かせるんじゃないかなって思うんですけれども、例えば、この終わっていくお仕事では、それをなかなか活かせなかったとか、自分の力を持て余していたというような方も、次のお仕事というのは、それをフルに活かせる。その場合の金の卵というのは、あなた自身じゃないかなって思うんですけれども、というのも、こちらにオーシャンジャスパーのカードも出ておりまして、自分をケアする、自分をもっと重要視する、自分の時間を大切にするのが重要って言われています。このあなたの能力を活かせる新しいお仕事というのが、あなたの知性を刺激していく。もっと知りたい、もっと学びたい。そういう気持ちに自然となっていって、それは誰かと競争するためではなく、自分から率先してこれを学びたいというものに出会っていく。そういう気持ちが湧いてきたら、その気持ちに従って自分を温めて育てるように、自分に知識や学びといった栄養を与える。自分の時間を大切にしてくださいって言われています。その学びがあなたの知性がお仕事や勉強だけではなく、あなたの健康やお仕事だけではない人間関係、恋愛や結婚にもとても良い影響を与えていくって言われています。それはその学びを通してとても良い出会いがあるとか、学ぶことであなたの内面だけではなく外見も磨かれていく。
そしてクリエイティブ能力を発揮できる時でもあると思うんですけれども、その場合は将来大金を生むような新たな創作の卵を生み出していく。そしてこれを大切に育てることによって、あなたに成功がもたらされる。その場合もこの金の卵というのは、何かが終わって時間ができて、自分の時間を楽しみながら未来を描いているような時に、その創作の金の卵を生み出していくんだと思います。そして人によっては、この金の卵を見つけること自体がお仕事になっていったりとか、もしくは誰かから、例えばその分野の重要人物、あなたの尊敬する人から評価されるなど、すぐにとても良い結果を受け取る方もいれば、太陽ですし、例えば夏至の頃とか、半年後ぐらいにとても良い結果を受け取る方もいると思います。作るものによって、結果を受け取る時期は様々だと思うんですけれども、いずれの場合も、この金の卵を生み出す、見つけること自体が、あなたにとても大きな幸せをもたらしていくと思います。そしてこちらにテーブルのカード、ハードワークアヘッドというメッセージが書かれてますが、このハードワークというメッセージは、この金の卵のカードにも書かれてまして、そしてこの太陽ともつながっていくんですけれども、大変ではあっても、喜びを伴うようなもの、将来の希望がセットになっているようなもの、例えば先ほど申し上げたような、何かを勉強する、何かを創作する、新しい恋人との関係を深めていく、新しいお金の良いお仕事を始める、すべて一筋縄ではいかないことなんですけれども、とても大変だからこそやりがいもある。そしてこの時、何かが終わって新しく始まるようなことというのは、すべてあなたにとってちょっと大変なことというか、自分の能力よりもちょっと上かなって思うようなこと。でもそれがあなたに幸せと成功をもたらしていく。このちょっと大変かなというようなことが次の挑戦になるということは、それまであなたが自分を過小評価していたとか、今まであなたにふさわしくないような関係、ふさわしくないようなお仕事とずっと関わっていたとか、この時始まっていくようなお仕事や趣味や創作活動や人間関係というのは、ちょっと大変かもしれないんですけれども、そのちょっと大変というのが、実はあなたのレベルに合っている。ですので、このちょっと大変かもしれない、ちょっと時間がかかるかもしれないというようなものに出会ったときは、あなたの人生が好転していくサイン。今までだと、そのちょっと大変かもしれないというものに挑戦することを戸惑ってしまった方もいるかもしれないんですが、この時はこの終わるべきものが終わるので、躊躇なく挑戦できる、あなたをより幸せに、より健康に、そしてより豊かにしていく新しさが始まっていく時ですので、このちょっと大変かな、ちょっと難しいかな、ちょっと時間がかかるかなって思うようなものに出会った際は、迷わずそれを掴んで、自分で自分の人生をより良い方向に変えていっていただきたいなと思いました。それでは11月16日から30日までの魚座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。